ただいま八坂神社の前に来ています。今回はここから清水寺までひたすら歩いていこうと思います。では早速八坂神社の中を通って参りましょう。すごい、ちょっとだけ屋台が出てる。こちらが本殿ですね。ちなみに八坂神社のおみくじは今日がやたら多いそうで、私も何度か今日を引いたことがあります。人力車なんかも通ってますね。ここから結構歩くんですよね。前に着物を着た女の子2人が歩いてます。やっぱ似合いますね。あ、すごい、こんなとこにパン屋さんなんかできてるの。へえ。この辺は路地とかも多いので、いまいち詳しい道が分かってないんですよね。どこ歩いてるんだろう。いいですね。人力車乗ったことないんですよね。一回乗ってみたい。すごい、目の前に五重塔、12345、五重塔が、この五重塔が見えてきたのでちゃんと合ってます。清水寺への道に。ちょうど今日成人式があって、なので着物を着た20歳の方がいっぱいいらっしゃいます。かわいい。あれ、本当はこの道通ってきたかったのにな。二年坂、この道通ってくる予定だったんですけど、なんか道を間違えたみたいなので、帰りはその道経由で帰りたいと思います。この辺に土産屋さんとかご飯屋さんとかスイーツ屋さんとかもいっぱいあるんで、食べたくなっちゃうんですよね。あ、利尻の漬物美味しいですよ。ちょっといい雰囲気の階段が出てきましたね。めっちゃいい景色ですね。頑張って清水寺まで行きましょう。もうここからずっとお土産屋さんが左右に並んでます。この抹茶美味しいですよね。ちょっと高めですけど、あそこお気に入りのお店です。ちょっと目の前に見えてきました。着きました、清水寺。いや、なかなか坂道が大変でしたね。せっかくなので中でお参りしたいと思います。めっちゃ景色、そう、本当にいい天気なんですよね。カエルの綺麗な塔が見えてきました。三重の塔らしいです。いや、清水寺は何回来てもいいですね。こちらが国宝の本堂さんです。すごい、大黒天さんがいらっしゃる。こちらが清水の舞台です。いやー、景色がよろしいですね。平成の大改修とも呼ばれた大工事が12月に終了したので、久々にこんな開放的な舞台が戻ってきたので、ちょっと堪能しておきましょう。あと清水寺って言ったら今年の漢字ですよね。2020年の今年の漢字は密が選ばれて、実際にここで書かれました。先ほどの上の方から山道を下ってきました。なんか滝が見えてきた。すごい。これがおそばの滝っていうそうです。上から水が流れて、すごい、めっちゃ綺麗ですね。全然他のお寺では見ることができない光景が見えました。すごい。
ちなみにこちらには清水の舞台が下から見ても結構なんかすごい作りですね。なんか木が組み合わさったみたいな。いや、下から眺めるのも面白いですね。よく小学生とか中学生が京都に修学旅行として来て、清水寺もその中に入ってると思うんですけど、なんで面白いんとかめっちゃ思ってたんですけど、これ大人になったら結構楽しさが分かりますね。今日いろいろ観光してすごいいいなって思いました。せっかくなので鴨川を歩いてみたいと思います。今こっちの多分三条大橋かな、三条大橋から有名な鴨川の橋に向かって歩きます。これは鴨川踊りのかぶれん場で、夏になったら川の上にさらに川床っていうのが出てきて、この上でご飯が食べれます。めっちゃ涼しいんですよね。まあ食べたことないですけど、川床でいつかは川床で食べてみたいなと思ってます。結構今夕暮れ時で夕日が綺麗ですね。今目の前に橋がかかってるんですけど、これが有名な四条大橋で、ちょっと上を渡ってみたいと思います。ちょうど今ここの道を歩いてきました。四条大橋から見た風景がこんな感じです。割と京都といえばこういう風景っていうのが私の中ではありますね。いや、何回見てもいい。京福電車の嵐山駅にやってきました。嵐山駅です。なんか横に炭治郎いますね。で、この嵐山駅にはこういう友禅染めを用いたポールが並んでて、めちゃくちゃ綺麗なので、それを撮影しに行きたいと思います。あー、めっちゃ綺麗。すごいね。で、600本の京友禅のポールが立っているそうです。全部で1234567891015個の柄があるそうです。これは綺麗やわ。で、多分夜とかやったらもっとライトアップみたいな感じで綺麗なんだと思います。すごいな、この骸骨の柄みたいなやつ。綺麗。よく観光客の人がここで着物着て写真撮ってはります。あ、なんかあった。丸いオブジェみたいな。あ、綺麗ですね。めっちゃ綺麗だな。あ、電車来た。ということで、嵐山の着物フォレストをご紹介しました。